教えて、ノッツ先生。これからさばいていきます。はい、はい。お願いします。ご家庭に持って帰った状態がこういう状態。初心者向けに分かりやすくちょっとさばき方を教えていただいていいですか。わかりました。はじゃあまずはね、これどの魚もこの鱗がついてますんで、鱗を取る必要があります。で、包丁でこう逆包丁で取る人もおるし、こういう鱗取りなんかで取るのもいいです。ただタイの鱗は結構大きいので飛び散りやすい。なのでちょっと水をかけながらやってやると。でガーッとやると飛ぶんで、ちょっとずつこう丸くやっていくと、本当だ、あんまり飛ばない。どうしても一気にガーッとね、やってしまいがちですけど、これやると全然飛ばないでしょ。本当ですね。これまず勉強になりましたね、これね。この丸くやってやると飛びにくい。で、まずはね、大まかな鱗から取っていきます。で、あんまり力入れすぎるとこういうトゲとか危ないので刺さっちゃうんで、こういうものができるだけ長めで持ってやってやるのも一つ。で、細かいところは最後包丁で確認していくので、まずは大雑把に取っていくと。やっぱこの真ん中ら辺が飛びやすいので、あとこういう切れ周り、この辺りが取りにくいです。このも丁寧にゆっくりやっていけば取れていきます。この丁寧にこの鱗を取るっていうところがまず第一のポイント。そうですね。やっぱ口に入れた時に鱗が入るとちょっと不快感がねあると思います。で、大体今これでね半面取れた状態ですね。で、これでまた裏返していって同じようにまずは丸く。家でやる場合、ただ取りゃいいじゃなくて、本当鱗がいかに飛び散らないかがね、この鱗ね結構厄介で 2,3 日後に乾燥したやつが出てくるんですよね。そうするとね妻に怒られる。そうですよね。どの家庭でもあると思いますが、釣りをする男性陣は必ずね怒られた経験はあると思うんですけれども、釣って帰ってさばいて家族に食べてもらって完結ですからね。そうですよね。やっぱせっかくのものを食べてほしいですよね。そうなんですよね。はい、これでね今ざっとは取れました。はい。ざっと両面が取れたら今度は包丁ね、この際ですね、ヒレの際とかこういうちょっと残りやすいところをこっち側はこの包丁のね根元でやってやると火がしにくくて取りやすい。結構まだ残ってるバシバシ。際は綺麗にちゃんと取ってあげる。そうですね。この後包丁入れていく時にも入りにくいんで、で向こう側は包丁の先端でやっていくと綺麗に取れますね。でよくねこのヒレとヒレの間がここも残りやすいので、こんなの残るんですね。ここもやっぱ腹出す時に包丁入れるので、この辺もまだ残ってます。一気にねさっきの鱗かきで全部やってもいいんですけど飛び散っちゃうんで、こういう感じで丁寧にねやっていくのがいいと思います。よし。でも本当鱗を飛び散らせないってこともやっぱさばく人にとってこうね家のことを考えたらとても重要ですよね。魚屋さんじゃないので汚していい環境ではない。まあ釣った方からしてもなんかせっかく釣ったのになんか怒られてたらみたいなね、多分ねそういう気持ちになった人多いと思うんですけど。でもさっきのワンポイント、その鱗かきの使い方とかでこうやってねきれいに落ちます。これで大体きれいに取れた状態ですね。そしたらここから次は内臓を処理していきます。でタイは結構やりやすくて、まずエラから抜いていくんですけど、立ててもらって包丁でこのなんていうのかな、下顎というかこうグッと押さえるところで開いていきます。グッとでエラってここつながってるんで、エラ膜をまずこう切る感じ。だから今ここが分断されてるんですね。であとこの
付け根でつながってるので、このエラの付け根を切っていきます。こういうのカット、で今あとはこっちの付け根でもつながってます。こっちの付け根でもつながってるんで、今度ここに通して、この包丁の先でこのエラの一番なんていうかな、奥というか外側をこう巻き込む感じで引っ掛ける。でちょっと見にくいかもしれない。これで体を落としてやるとこう。あ、本当だ、すごいすごい。これがエラが綺麗に外れてます。でエラが抜けたら今度この肛門から腹を裂いていきます。ちょっと料理にもよるんですけど、このまんま最後まで切っちゃってもいいし、この状態で止めて、これで内臓だけ取り出す感じですね。この状態まで釣って帰ってしておけば、綺麗にキッチンペーパーで巻いて、真空にでもしとけば熟成ができて、さっきここを切り取らなかったっていうのが、少しでも酸素に当たる面を減らすためにやってるんですよ。この状態で水分取って、キッチンペーパー詰めて、置いてやってたら1週間とか熟成できますんで。また釣りたてとは違う旨味がこう、そうですね、出てくるとやっぱ旨味成分がね出てくるので、これがまあざっとしたさばき方ですね。あとはまあタイのこのお腹の中に血合いがあるので、ここも匂いの元になります。で今はこれ、膜がかかってるので、この膜をちょっと包丁で傷つけてやって、こういう感じですね。でまあご家庭にあればこういうササラとか、あとはもう使い古した歯ブラシとかでもいいと思います。この中を流水でやってやると、匂いの元と腐敗の原因もこれで取れるので、長期熟成に向いていきます。まあ今日は今日食べるんで、そこまで神経質にならなくてもいいと思います。こういう感じでね取ってやって、あとここのさっきのエラがついてた付け根、ここは動脈があるのでやっぱ血がこう残りやすい、なのでこの辺もこう綺麗にやってやるとより美味しく。さっきね熟成っていう話してますけど、のつくんの場合はちょっと熟成させるときはどれぐらい置いて、うちはねサイズ、魚のサイズにもよるんですけど、まあ、これだったら4日目ぐらいがいいかなと思います。はい、この状態で、綺麗に水分取ってやってやるとすごく美味しくなると思います。